普段よりも少ないですか？よろしくお願いします。2回目ですか2回目。前回は秋冬 AW。秋冬、はい。最初は何の話から始まったんですか、お二人。ライダースを作ってもらえないかっていう、コラボが、あれ何年前ですか？4年とか4、5年前に最初があって、ちょうど、今年ブランドレザージャケット作ってから10周年だったので、だったら過去にうちに依頼してもらった人たちにできれば作ってもらいたいというのもあって、で古川さんだともデニムなのでこれは作れるのいろいろあるんで始まったのが今年の秋冬に出したパンツとジャケットです。うちの生地の、これ10オンスの、ムライトデニムを使って、これよりもじゃあ普段ジーンズで使ってるような13オンスとか14オンスの素材だとやっぱりこの表現なかなか表現するのが難しいので、10オンスで、しっかりとした色落ちとか、経年変化もある生地でまたこういう琥珀でやっても落ち感が出るような素材を、うちは使ってるっていう感じですね。じゃあそんなにジーンズほど重くなくて、今辻田さん着てるこのシャンブレあるじゃないですか、はいはい、それよりはちょっと。そうですね、はい、この素材自体もうちがもうずっと使ってる、ジンバブコットンを使ってる定番のジーンズ以外の、ウエスタンシャツであったりとかライドソンペインターに使ったりカバーに使ったりとかする用の素材なんですけど、普段は白のステッチとかオレンジのステッチとか使うんで色目の見え方とかはねまた今回変わるんです。ハリウッドさんのパターンとその縫製の指示でやると全然違ったツラになって、全然アメカジ感がないっていうか、テーラージャケットのこういうパンツもうちは意外とやる方なんですけど、ベストはあんまりうちやることがなくて、ベストはベスト自体が珍しいっていうのと、セットアップ3ピースのセットアップっていうのもあんまりやることがないので、うちのスタッフなんかもサンプル上がってきた時に、最初はアディクトさんだけの販売になるのかなみたいな感じだったんですけど、うちのスタッフもみんなこれをうちのお客さんにも紹介したいなっていう気持ちも強くあって、そのくらい新鮮な感じはありますね。今回の3ピースのこの生地は今ちょうど売ってる 20AW のコラボで使ってる、ジャケットの生地と同じなんですよ、別のデザインでうちのもっと代表的なデザインでちょっとバイカーっぽい、それでこの生地を使ってるんですね。パンツの方はもっと音素の高い 13.7 号ジンバブコットンのデニムなんですけど、このジャケットの生地が良かったんで春夏に向けても、ライトで腰もあるし通気性とかまずそれを上がってきた時に春夏で何かやりたいなっていうのがあったんで、そうなるとパンツデニムじゃなくてトラウザーやりたいなと、うちもあんまりトラウザーってやってないので、だったらジャケットも作りたいな、だったら3ピースでやりたいなっていうので、うちの例えばこれだったらちょっとフレンチワークっぽいディティールが入ってますし、これだとイギリスの古いレザーのベストがあるんですね。なるほど、それをデニムに入れて3ピースにしてる。今回その展示会での反応どうですか？うちが先にやってる形ですよね。そうですね。反応はどうですか？ベストの方がうちないんで、そこの反応はあって、その3ピースでっていうところも結構みんなそこに対しての反応っていうか、その一個一個っていうより、なるほど、日頃ないアイテムなんでやっぱり、じゃあいいコラボってことですね。そうですね。フルカウントも結構長くやってるので、こういう
モードっぽいアイテムとかも一時はやってた時期もすごくあったんですけど、ここやっぱり10年ぐらいはベーシックなものにフォーカスしてやってるので、あまり自分のところのブランドだけでこういうのをやるとブランドのイメージがちょっとボケてくるっていうのがあって、あえてちょっとやってなくて、逆にその、まあ、今回みたいなコラボレーションは僕にとってはすごくありがたくて、自分のところの素材をフォーカスして、その素材でこういうアイテムやったら面白いとかっていうようなところを他のブランドさんとコラボをするっていうことによって、僕のところはやっぱり素材をすごく売りにしているのがあるんで、素材の可能性っていうか、そういうのを違うブランドさんのフィルターで紹介していただけるっていうのは、僕らの今ちょっと新しいやり方ですごく助かりますし、そこのフィルター通してるからお客さんに説得力が出てくるっていうところも、まあ、出てきますから、まあ、そういう部分ですごく僕も今回紹介できていいかなというふうに思います。まあ、たくさん売れりゃいいんですけどスタッフさんの反応は良さそうですね。いや、スタッフの反応は良かったです。させてあれよ。でもう一個ね、もう一個だけ話させてください。もう一個だけ。いや、僕が逆にその最初のレザーをジャケット、革ジャンをお願いした理由が、意外とそのまあうちはアメカジブランドなんで、アメリカのすごいなんか40年代50年代に影響を受けたすごいって人と思われがちなんですけど、実は僕自身ファッションはアメリカなんか全く影響を受けてなくて、でその自分も聴いてたのをブリティッシュロック聴いて覚えたんで、ファッションも全部イギリスからなんですよね。でも皆さんアメカジの影響を受けたとかって言うんですけど、いやアメリカ人の例えば70年代以降おしゃれなやつなんか一人もいないわけですよ。でイギリス人のロックアーティストがアメリカの古着を着ててかっこよかったからファッションになったわけですよ。で俺らそっちを見てたから、例えばミック・ジャガーがファーストのジージャン着てるのを見て、何このジージャンはと思って覚えて、ジージャンから入って、で例えばそのパリとかイギリスのロンドンとかのおしゃれな人が、例えばなんかタイトなジーパン履いてるけど、あれ何ってちょっと古いやつ、60sのやつとか、だからそういう、まあ、例えばモッツとかそういう、まあ、カフェレーサーの人たちのスタイルがやっぱりファッションとしてストリートウェアとしてはもともとベースでかっこいいものがあって、アメリカにはそれは全く渡ってなくって、80年代以降なんてみんなもうアメリカのファッションになって、で、ね、やっぱりイギリスがベースに60年代まであるやつで影響を受けて覚えたアメリカ製の服なだけなんですよね。で自分はベースとして覚えたのがそのアメリカの服じゃなくてイギリスなんで、そのやっぱりそのカフェレーサーの人たちのスタイルとかっていうのとか、モッツの人のボタンダウンがどうだとか、そういうのは知ってた中で、やっぱりそのイギリスのベースにした革ジャンを作ってるっていうので興味がすごくあったし、まあ、それ以外のアメリカのね、例えばベースにしたところの復刻したところはあるんですけど、なんか泥臭い感じがして、まあ、それでやっぱり自分のところの、まあ、僕自身がアメカジと言われてるけども、それはもうアメカジっていうのは造語で日本の作るもんで、今はもう外国でアメカジって言われてるように、だからアメリカンカジュアルではないんですよね。だからまあそのイギリスブリティッシュなイメージの革ジャンとうちのジーンズって絶対合うんじゃないかなっていうので、うちのお客さんにおすすめしたいって思ったのが実は最初の、そこまで話をしてなかったけど俺の実は最初の思いやっていうことを今告白しておきます自然にこう体が肩なんて組めないですか？肩はそうですね、いやいや雑誌に載ってたあと殴られるありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございました。